皆様おはようございます。休日お出かけパスのフリーエリア全線環状旅2日目を始めていきます。2日目は1日目の旅の続きとして、ここ足利駅からスタートしていきます。よろしくお願いします。ちなみに2日目開始時点の攻略状況はご覧の通りとなっています。1日目の旅が終了した段階で全区間環状した JR 線は山手線、根岸線、横浜線、南武線、赤羽線、横須賀線、鶴見線、両毛線、東金線の合計9路線。JR 線以外では臨海線が全線環状しています。一部攻略済みの路線は、武蔵野線、京葉線、青梅線、総武本線、東海道本線、東北本線、外房線、八高線。残りの東北新幹線、上越新幹線、川越線、中央本線、五日市線、高崎線、常磐線、水戸線、内房線、成田線、久留里線、東京モノレールは全区間未乗の状態。果たして2日目で全線環状することができるのか、こうご期待ください。なお、本動画では日本語字幕がデフォルトで表示されていますが、日本語以外の言語字幕も用意しています。YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。さあ、足利駅の駅舎に入りましょう。駅舎の扉は自動ドアになっています。駅舎の中はきれいに整備されています。2枚目の休日お出かけパスを改札に投入。これで駅構内に入場します。電車はまだ来ていません。電車が来るまでの間に駅名表を記念撮影しましょう。これから矢印の通り、足利フラワーパーク方面に移動します。さあ、電車がやってきました。2日目のトップバッター、足利駅小山方面始発電車、5時33分発の小山行きです。車内はガラガラ。足利駅を発車、2日目の旅スタートです。さて、せっかくの両毛線全面展望を撮影したいところですが、残念ながら遮蔽幕で不可能となっています。仕方がないので側面展望で我慢しましょう。電車は足利フラワーパーク駅に到着。当駅は2018年に開業した新駅です。足利フラワーパークと栗田美術館に来訪する自動車によって発生する渋滞を緩和するために、両施設の間に駅が設置されました。多脚期のシーズンには当駅と東京都心との間で臨時特急が設定されることがあります。足利フラワーパーク駅から2駅進むと、今度は進行方向左側から線路が近づいてきます。東武佐野線です。列車は佐野駅に到着。東武側の佐野駅には電車が1本止まっています。足利駅を出たら東武佐野線とは立体交差で分かれます。さあ、車窓から見えるのどかな風景。せっかくの両毛線ですが、ここでなんと寝落ちしてしまいました。栃木駅では東武日光線と接続しているのですが、映像はありません。申し訳ない。2日目の休日お出かけパスの旅ですが、2023年ゴールデンウィークの旅としてはもう5日目。さすがにずっと起きていることはできなかった。栃木駅の動画については東武鉄道1日全線環状旅の動画の方で収録していますので、そちらの方をご覧ください。数年前の動画ですが、今でも見応えある動画である自信があります。ということで電車は小山駅に到着。ひまたぎで両毛線の往復完了。昨日は乗り換えが忙しくて撮れなかった小山駅の駅名表を記念撮影。眠気まなこをこすりながら階段を上ります。さて、早朝の小山駅、栃木県内で2番目の都市の中心駅ですから、それ相応に人が行き交っています。次の電車は15番線。ホームにはすでに目的の電車が止まっています。さあ、両毛線の次は水戸線です。水戸線は直流区間と交流区間が混在するため、それに対応した高直両用電車 E531 系が使用されています。小山駅を6時27分に発車する普通電車の勝田行きです。電車に乗車。発車時刻になりました。扉が閉まります。小山駅を発車。
左へ急カーブ、東北本線、東北新幹線とお別れします。さて電車は2駅進んで結城駅に到着。水戸線は全線単線のため途中の駅で列車同士の行き違いがあります。水戸線では全列車ワンマン運転が行われています。5両編成と少し長いため、水戸線では運転士の頭上にある画面を見て車両側面の安全を確認します。さあ列車は順調に茨城県内を東進しています。進行方向左側は視界が開けており絶景。そして関東平野を北から南へ流れる鬼怒川を横断します。電車は川島駅に到着。ここでも対向列車との行き違いがあります。早朝で利用者が多いのでその分行き違う回数も多くなるということでしょうか。進路開通。乗降が完了したら川島駅を発車します。次は下館です。進行方向右側で線路が1本合流。こちらは関東鉄道常総線です。そして左側は真岡鉄道真岡線。下館駅では JR 線の他に2路線も乗り入れています。下館駅で下車。当駅が休日お出かけパスで乗車可能な水戸線フリーエリア区間内最東端の駅です。これで水戸線の休日お出かけパスフリーエリア区間を全区間乗車しました。JR 線としては10路線目の制覇路線となります。ドアが閉まります。駆け込み乗車はおやめください。乗り換え時間に余裕があるので電車のお見送りをしましょう。ここまで連れてきてくれてありがとうございました。さて下館駅訪問記念に駅名標を記念撮影。下館駅は水戸線の中間駅としては最も乗降人員が多い駅です。駅舎も相応に立派です。乗り換え時間に余裕があると言っても油断は禁物。さっさと次の電車に乗るために隣のホームに移動します。ホームには次の電車を待つ人がたくさんいます。さあ電車がやってきました。折り返し小山方面に戻ります。下館駅を7時2分に発車する普通電車の小山行きです。半自動ドアを開けるためのボタンを押して電車に乗車。下館駅を発車。14分の滞在でした。10分以上滞在できたので比較的長めに滞在できた方ですね。さて小山駅に戻ってきました。駅の手前の直角カーブを通過します。電車は往路と同じ15番線に入線。小山駅に無事到着しました。水戸線の往復が完了。階段を上りましょう。さあ3回目の小山駅。2回目の訪問時よりも行き交う人の数が増えています。次は新幹線に乗車します。まずは中間改札を通過。大宮、上野、東京方面の電車は4、5番線にやってきます。エスカレーターを上りましょまもなく上り電車が通過します。ご注意ください。むむ、何か来るようですね。やってきたのは E5 系。小山駅では通過列車の速度はそれほど高くありません。しかし迫力は十分ありますね。E5 系が過ぎ去った後はすぐに目的の列車が到着します。この旅で初めての新幹線、小山駅を7時35分に発車するやまびこ202号の東京行きです。東北新幹線ではかなり少数派になってしまった E2 系。完全に引退する前に乗車することができました。列車に乗車。結構人が乗っています。発車時刻となりました。扉が閉まります。小山駅を発車。東北新幹線の攻略開始です。
さて、1982年に開業した東北新幹線。さまざまな歴史の変遷を経て、現在フル規格車両の電車は10両編成となっています。多脚期にはミニ規格車両の7両編成を増結し、17両で運転されることがあります。新幹線は時速200キロ以上で走行しますので、車窓の流れる速度はめちゃくちゃ速いです。攻略速度も速いので助かりますね。さあ、進行方向右側で線路が合流してきました。上越新幹線です。上越新幹線の2本の線路のうち1本と立体交差します。東北新幹線と上越新幹線が合流した後、しばらくして埼玉県のターミナル駅、大宮駅に到着します。大宮駅に無事到着。ここで下車します。東京駅までは乗り続けません。階段を下ります。中間改札を通過。新幹線に乗れるのが休日お出かけパスとのんびりホリデースイカパスの相違点です。改札の前は入場制限で行列になっています。ゴールデンウィークならではの混雑ですね。よりによって人が多い時期に新幹線に乗るなんてご苦労なことで。それは私も同じか。さあ、階段を降ります。どの番線から発車するのかは私自身も未確認。結構深く潜ります。19、20番線ホームに到着。さあ、在来線の攻略に戻ります。大宮駅から乗車するのは埼京線です。大宮駅を7時57分に発車する普通電車の海老名行きです。日に数往復だけ川越線から相鉄線に直通する電車が存在します。休日の朝なのでそれほど人は乗っていませんね。発車時刻になりました。扉が閉まります。大宮駅を発車。大宮駅を発車すると地下から浮上して一気に高架を走行します。進行方向右側に見えるのは先ほど乗ってきた東北新幹線です。埼京線は大宮赤羽間で東北新幹線と並行しています。なぜ線路が並行しているのかというと、東北新幹線を建設する際に沿線に何の恩恵も与えられないとして反対運動が起こったからです。新幹線を建設する見返りとして今走行している埼京線も建設されました。新幹線の見返りで建設された在来線とはいえ、結果的には沿線の道路交通渋滞も緩和。今や JR 路線の中でも人気の通勤路線に成長しました。電車は南与野駅に到着。到着と同時に新幹線に追い抜かれました。次は武蔵浦和。武蔵浦和。お出口は右側です。武蔵野線はお乗り換えです。武蔵浦和駅に到着。ここで下車します。階段を降りましょう。車内アナウンスでもあった通り、武蔵浦和駅では武蔵野線と乗り換え可能です。武蔵野線のホームは少し離れており、長いコンコースが形成されています。ただいまの時刻は8時13分。まもなく2番線に各駅停車府中本町行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。さあ、電車がやってきました。武蔵浦和駅の発車時刻は8時13分です。武蔵浦和駅を発車。当駅でたくさん下車していきました。そして武蔵野線の支線と分岐。電車が遅れている。焦る。まもなく西浦和。西浦和。お出口は右側です。西浦和駅に少し遅れて到着。当駅での乗り換えは1分しかなかったので乗り換えできるか心配でしたが、対向の列車も遅れていました。西浦和駅を8時17分に発車予定だった普通電車の東京行きです。さあ、めちゃくちゃ混雑した車内から脱出します。なんで休日なのにこんなに混んでるんだ。
武蔵浦和駅に到着。ホームもめちゃくちゃ混んでいます。さて、また武蔵浦和駅の構内を歩きます。みんな埼京線に乗り換えるのでしょうか。少しくらい京浜東北線を使って混雑分散してほしいのですが、ダメなんですかね。さあ、階段を上ります。エスカレーターは乗り遅れる危険性があるので、ここは我慢。ホームに上がると5番線に東駅始発の相鉄線直通の電車が止まっていました。本数が少ないはずなのに、やたら相鉄線直通に縁がある。電車がやってきました。さらに来た道を戻ります。武蔵浦和駅を8時25分に発車する普通電車の大宮行きです。大宮方面は空いていますね。よかった。全面展望が覗けない中での満員電車は嫌いです。武蔵浦和駅を発車。この電車は埼京線各駅停車大宮行きです。次は中浦和。お出口は右側です。さて、埼京線に並行している新幹線を観察しましょう。見応え十分かと思いきや、なぜか新幹線の速度が遅いです。こちらの電車の方が速いとはどういうことだ？気にはなりますが、とりあえず方を進めます。さあ、間もなく終点の大宮駅です。大宮駅では新幹線の真下を走行、そして地下区間に突入します。電車は19番線に入線。終点の大宮駅に無事到着。乗り換えます。階段を上りましょう。さて、大宮、武蔵浦和、西浦和と往復してきましたが、なぜこんな非効率な乗りつぶしをしたのか。それは1日目が当初想定よりも多く乗りつぶしできたからです。宇都宮線の小山自治医大館は2日目に乗りつぶす予定でした。小山自治医大館を乗りつぶした分のアドバンテージを別の区間を乗りつぶすのに使いたい。そこで先ほどの往復を行いました。大宮駅でただ待つというのももったいないですからね。ここからは当初計画していた旅程に戻ります。次の電車は3番線から発車するようですね。発車までまだ少し時間があります。階段を降りましょう。ホームに降りると宇都宮線の電車が発車するところでした。宇都宮線の上りホームからきわもの列車が発車予定です。次は貨物列車がやってきました。低速で通過していきます。大ターミナルなのに貨物列車が通過するというのもギャップがあって面白いですね。次に京浜東北線の列車が発車します。隣に京浜東北線のホームがあるのでよく見えますね。さあ、京浜東北線の電車が発車したらついに目的の電車が到着です。大宮駅を発車する電車の中でも極物中の極物です。おはようございます。3番線に停車中の列車は8時53分発普通武蔵野号八王子行きです。ドアが開きました。場所取り争奪戦。いいところを確保できましたが、めちゃくちゃ車内が混雑しています。ゴールデンウィークだからでしょうか、撮れるアングルは限られそうですね。大宮駅を発車。1日3往復しかない普通武蔵野号。
2日目の旅のメインディッシュの一つです。この先電車が揺れますのでご注意ください。お立ちのお客様はつり革、手すりにおつかまりください。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は中央線直通武蔵野号八王子行きです。次は北朝霞です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。さあ、大量の分岐器を通過して東北貨物線に入線します。大宮駅を発車後、すぐに場内信号を通過。分岐が続きます。まずは分岐の前に上野東京ラインの線路をくぐります。大宮操車場の脇を通過。先ほど通過を見送った貨物列車を追い越します。そして次の信号は分岐側に進路が開通。この信号は大宮操車場の出発信号です。さあ、東北貨物線の本線から隣の線路に転線しました。ここ与野駅で転線し、今走行しているこの線路は武蔵野線大宮支線という線路です。武蔵野線はもともと山手貨物線という山手線に並行して敷設された貨物線のバイパス線として建設された路線です。当初は貨物列車のみ迂回させる予定でしたが、後に府中本町西船橋間は旅客列車も走行することになりました。現在は旅客列車が走行することで沿線の人口が増加し、利用者も増加。線路容量に余裕があるなら増発してくれと思われるほど全国でも屈指の混雑路線に成長しています。そして武蔵野線は先ほど述べた通り貨物列車のバイパス線であるため、東京都心から放射状に伸びる主要幹線のほとんどと線路が支線でつながっています。今走行している大宮支線は東北本線、高崎線と武蔵野線をつなぐ路線。一部の列車はこのように支線を走行するため、ルール上乗り潰す必要があります。さあ、列車は地下区間に突入し、地上を走る線路と立体交差で分岐します。そして地下区間を約2分走行し、再び明かり区間へ。トンネル内は編集でカットします。トンネルを抜けると即座に高架区間に突入。別所信号場を通過します。ここで西船橋方面の線路と分岐します。普通武蔵野号は府中本町方面へ直通する電車なので、分岐器を直進します。反対方向の線路とは立体交差して交差支障を防ぎます。立体交差が完了すると今度は本線と合流するため、こちらの線路が勾配を上ります。支線が本線をオーバーパス。首都圏以外ではほぼ見られない立体交差の連続が武蔵野線の魅力。電車は西浦和駅を通過します。大宮支線の方にはホームがないため旅客取り扱いができません。普通電車ながら通過駅があるのが普通武蔵野号の特徴です。そして当駅からは武蔵野線の未乗区間になります。武蔵野号で武蔵野線の西側を乗り潰します。さあ、武蔵野線の本線と合流しました。合流後はすぐに荒川を横断します。緑色の立派なトラス橋がお出迎え。荒川を通過してしばらくすると最初の停車駅である北朝霞駅に到着です。大宮駅から14分間ノンストップで走り続けてきました。北朝霞駅の近くには東武東上線の朝霞台駅があり、徒歩での乗り換えが可能です。そのため利用者が多く、ご覧の通り休日なのにホーム上が非常に混雑しています。北朝霞駅からしばらく進むと新座貨物ターミナルに到着します。武蔵野線は山手貨物線のバイパス線ですが、武蔵野線沿線にも貨物ターミナルが設置されています。新座貨物ターミナルを過ぎると上から線路が1本立体交差で合流してきます。まもなく東所沢、お出口は右側です。東所沢駅の手前では徐行区間があります。何のために徐行区間が設定されているのかは不明。低速で東所沢駅に進入します。当駅は武蔵野線の旅客列車の車庫が併設されています。
そのため当駅を始発・終着とする旅客列車が多数設定されています。東所沢駅の次は新秋津駅。当駅の徒歩圏内に西武池袋線の秋津駅があります。またこの新秋津駅には西武線につながる連絡線があります。当駅で西武鉄道が車両の授受を行っています。さらに進むと JR 東日本八王子支社の訓練センターが併設されています。ここに209系を改造した訓練車が留置されており、社員教育に使われています。新秋津駅の次は新小平駅です。1日目の旅でも訪れた新小平駅。これで2回目の訪問になります。普通武蔵野号は新小平駅を発車。この電車は当駅で他の列車とは異なる動きをします。次は国立です。はい、ということで次の停車駅は国立駅です。西国分寺駅ではありません。この普通武蔵野号は新小平駅で国立支線の方に分岐入線します。この国立支線は武蔵野線の東所沢方面と中央本線の立川方面を短絡する路線です。中央線を進出入する貨物列車が武蔵野線を迂回するために作られた線路で、これにより国立伊東に貨物列車が入線することはほぼなくなりました。ちなみに中央線から武蔵野線の新鶴見信号場方面に直通するには南武線を経由します。さあ線路は中央本線と合流するため右へカーブしていきます。しばらく進むとトンネルを抜けて地上に復帰。中央本線のバーミリオンオレンジの電車と遭遇しました。渡り線で中央本線の下り線に転線。国立駅に到着。これで武蔵野線の西半分を全線完乗しました。まだ東半分は未乗のままです。国立駅を発車。当駅から中央本線を走行します。今回の旅で初の中央本線乗車です。次は立川。さあ電車は立川駅に到着です。場内信号を通過。進行方向左側で南武線と合流します。立川駅では旅客が大量降車しました。立川駅は東京の西のターミナルの一つなので、この人の多さは当然といったところでしょうか。立川駅を発車。青梅線方面は攻略済みのため中央本線の攻略を継続します。青梅短絡線と立体交差。今度はアンダーパスします。立川駅から2駅で豊田駅に到着。中央本線ではグリーン車サービス開始に合わせてホームを12両対応に延長工事していますが、豊田駅では線路の廃線も一部変更されました。撮影時はまだ改良工事の最中です。豊田駅を出ると線路が二手に分岐。本線は勾配を登って上り線につながった線路と立体交差します。眼前に広がるのは豊田車両センターという車両基地です。この車両センターもグリーン車連結に伴う中央線列車の12両化に伴い改良工事が行われています。車輪を削って整える設備については全面的に建て替えが行われました。豊田車両センターを越えると中央本線の大ターミナルである八王子駅です。場内信号は中線側に注意現示。分岐器を分岐側に通過。制限速度 35km の厳しい制限を受けながら八王子駅に入線します。さすが八王子駅。ホームで電車を待つ旅客がたくさんいます。この列車は当駅で終点。中央線は大月駅まで攻略対象ですが、当駅で強制下車させられます。八王子駅に無事到着。乗ってきた電車は即座に折り返し、大宮行きの武蔵野号に切り替わります。そしてしばらくしたらすぐに発車。折り返し時間は短めだったようです。さあ次の電車は4番線からの発車。乗り換え時間は24分でそこそこ長め。列車がやってきました。少し遅れてやってきた今日1本目の在来線特急。前9両が特急海事11号甲府行き。後ろ3両が特急富士海遊11号川口湖行きです。八王子駅の発車時刻は10時7分です。
今回は海事の方に乗車します。なぜなら富士海遊の方は混雑しているから。ゴールデンウィーク期間中なので八王子駅からも乗車する人が多いです。車内は大混雑。これはひどい。車内が混雑しすぎていて旅客が全員乗車できずドアが閉められません。遅れがどんどん拡大していく。ドアが閉まります。やっとドアが閉まりました。八王子駅を発車。3分遅れです。さあ荷棚はスーツケースだらけです。混雑しすぎていて予約した座席まで移動できません。これはやらかした。まさかここまで混んでいるとは。車窓を楽しむ余裕もない。つらい。ご乗車ありがとうございました。まもなく大月に到着をいたします。3番線到着、降り口は左側です。内央線の五角駅に停まる松本駅降りたホーム3番線から10時46分です。富士急行線の各駅に停まる川口湖行きは富士急行線ホーム1番線から11時1分です。次の大月で行き先が分かれます。車内すべましてのご利用ご協力ありがとうございました。次の大月では多くのお客様がお見られます。デッキ通路とご利用のお客様、降りるお客様のために通路はしていただきますようご協力をお願いいたします。さあ大月駅に到着。ここが休日お出かけパスで乗れる中央本線の最西端の駅です。大量の乗客をかき分けながら進みます。なんとか列車を下車。特急列車なのに立ったまま移動することになるとは。もっと臨時列車を設定してくれ。車両が足りないぞ。さて大月駅では前後の編成を分割して行き先が分かれます。ただいま分割作業中。富士海遊側は利用者が多すぎてぎゅうぎゅう詰めの状況。明らかに供給が足りていない。海事側は立ち客がぐっと減少しました。さて分割の様子を見ましょうかね。まず海事側の扉が閉まります。無事切り離しができました。さよなら特急海事。甲府まで無事に行ってらっしゃい。そして後ろ3両の特急富士海遊11号が続いて発車します。まだ乗車しようとする人がいるようですね。富士海遊発車。やはり3両は短いです。富士海遊は下り本線から分岐して富士急行線に入線します。さて大月駅は駅北側に留置線が整備されています。当駅で夜間留置される運用もありますが、本来必要な車両数を留置できるだけの容量がありません。そのため一部の4両編成の普通電車が当駅で増改決を行い、川口湖駅まで直通運転し、そこで夜を明かします。高尾方面から電車が1本やってきました。東京都心でも運行される10両編成の E233 系です。東京駅まで直通する E233 系は中央本線では当駅まで乗り入れてきます。2024年3月のダイヤ改正では東京駅からの大月駅への直通列車が1日あたり5往復増発されました。東京方面からの普通電車が到着したらすぐに目的の電車も到着しました。往路だけでなく復路も特急列車に乗車します。大月駅を10時53分に発車予定だった特急あずさ16号東京行きです。2023年3月のダイヤ改正で運行区間が東京駅まで延長された列車。ダイヤ改正直後に早速乗車します。列車に乗車。上り列車もデッキに立ち客多数です。しかし今度は予約した座席に座ります。特急あずさ16号東京行きです。発車いたします。空いているドアからご乗車ください。発車いたします。大月駅を発車。約4分遅れです。この列車は特急
あずさ16号東京行きです。次は八王子に停車いたします。さあ、復路では窓側に座ることができました。客室に人が少なかったのもありますが、とにかく意地でも座りたかった。振り返れば小山駅からここまで3時間以上立ちっぱなしでしたからね。さすがに座らないと体力が持たない。綺麗な景色を楽しみましょう。先頭座席なのでテーブルは他の座席より大きめです。また全席指定席になったことによる特急電車の乗り方についてのパンフレットがあります。頭上にランプがあるので、それで客の方にも予約状況がわかるようになっています。さあ、電車は小仏トンネルを通過。東京都に戻ってきました。そして鉄道高架橋が進行方向右側に見えるように、京王高尾線です。特急あずさは高尾駅を通過。眼前を E233 系に遮られます。高尾駅通過時点で現在時刻は11時21分。もうすでに八王子駅の発車時刻を過ぎています。まもなく八王子に到着いたします。横浜線、八高線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようご支度ください。八王子の次は立川に停車いたします。電車は八王子駅に到着。現在時刻は11時24分。遅れが拡大しています。八王子駅の駅名標を記念撮影。かなりの人が降りていきました。そして同時に乗車客もたくさんいます。八王子駅を発車。武蔵野号で乗り潰した区間を戻っていきます。しばらく進むと豊田車両センターが見えてきました。もう営業運転を終えた209系の姿も見えます。往路では止まっていた E257 系は見えなくなりました。代わりにグリーン車を連結して12両となった E233 系が見えます。電車は立川駅に到着。この度3回目の立川駅です。到着時刻は11時33分。5分遅れです。立川駅の駅名標を記念撮影。立川駅を発車。まだ乗り続けます。この列車は特急あずさ16号東京行きです。次は新宿に停車いたします。さて、列車は国立駅を通過します。ここからが中央本線で未乗の区間。特急あずさ16号でハイペースに攻略していきます。国立駅を出ると上下本線の間の線路が勾配を下っていきます。さっき乗ってきた武蔵野線国立支線です。国分寺駅を通過。特別快速が停車する駅なので、ホーム上にたくさん人がいます。国分寺駅からも引き続き広角感が続きます。視界が開けており、非常に良い景色です。青色の電車と行き違い、そして線路が1本分岐していきます。あの線路は JR 中央本線と西武多摩川線をつなぐ線路。この線路で路線が独立している西武多摩川線の車両を西武線の車両基地まで移送できるようにしています。そして武蔵境駅を通過。武蔵境駅を通過したら、今度は三鷹車両センターが見えてきます。この三鷹車両センターでは中央総武各駅停車の車両が管理されています。特急あずさは三鷹駅を通過。ここで先行列車を追い抜きます。三鷹駅からは複々線になります。早速各駅停車を1本追い抜きです。荻窪駅を通過。東京メトロ丸の内線に乗り換え可能ですが、特急あずさ16号は当駅に停車しません。まもなく新宿に到着いたします。山手線、湘南新宿ライン、埼京線、小田急線、京王線、地下鉄丸の内線、都営地下鉄新宿線、都営地下鉄大江戸線はお乗り換えです。
お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。新宿の次終点東京でございます。中野駅を通過すると、中央総武各駅停車の車庫の一つである中野電車区が見えます。この車庫に何本か車両を留置可能です。車窓に高層ビル群が見えてきました。東京都心に近づいてきたのを実感しますね。山手線と立体交差、山手線の列車と並走しました。E235 系のご尊顔を拝めるナイスタイミング。新宿駅に到着です。別の E353 系がお出迎え。到着時刻は11時55分。一気に3分遅れを回復して2分遅れでの到着となりました。この度で3回目の新宿駅訪問です。駅名標を記念撮影。新宿駅ではやはりほとんどの人が降りていきます。車内が一気に空きました。7番線、特急発16号発車です。ドア越しがあります。ご注意ください。ドアが閉まります。新宿駅を発車。この列車は特急あずさ16号東京行きです。次は終点東京でございます。さて、新宿駅発車後、代々木駅を通過したら山手線とお別れ。車窓は世界に名だたる大都会東京にふさわしい高いビルの数々。列車は勾配を下って他の線路との立体交差を始めます。再び浮上すると進行方向右側には線路が3本並びます。まもなく終点東京に到着いたします。新幹線、山手線、京浜東北線、東海道線、上野東京ライン、横須賀線、総武快速線、京葉線、地下鉄丸ノ内線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。車内放送の間にお茶の水駅を通過。当駅で中央総武各駅停車と立体交差で分岐します。分岐が完了すると旧万世橋駅を通過。もともとホームだったところに店舗が建っています。電車は終点の東京駅に到着。またしても快適に東京駅に入ってこれました。ありがとうございました。列車から下車。これで中央本線の休日お出かけパスフリーエリア区間を全区間完乗しました。JR 線としては11路線目の制覇路線です。エスカレーターを下ります。ちなみに中央線のホームは他のホームより少し高いところにあるのでエスカレーターが長いです。さあ、ゴールデンウィークの東京駅、やはり尋常ではない人の数です。階段を上ったらもうすでに電車が止まっていました。急いで乗り込みます。東京駅を12時11分に発車。京浜東北線は定時運行のようです。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は京浜東北線快速磯子行きです。次は浜松町です。さあ、浜松町駅に到着です。ここで下車します。浜松町駅は改良工事中のためホームドアはなし。列車のお見送りをします。京浜東北線を見送ったらちょうどよく東海道新幹線がやってきました。やはりいつどこから見てもかっこいい。階段を上りましょう。さて、ここが浜松町駅。
JR の浜松町駅から乗り換え改札で羽田空港に向かう路線に乗り換えできます。次の電車は12時20分発です。休日お出かけパスなら切符1枚で中間改札を通過可能。階段を上るとモノレールを待つ大勢の人。おそらく全員羽田空港を利用する人たちでしょう。次に乗車するのは東京モノレールです。羽田空港までノンストップの空港快速に乗車します。浜松町駅を発車、JR 線を大横断し並走します。さらに首都高速都心環状線を横断、首都高よりも高いところを通ります。ちょうどよく京浜東北線の快速電車と並走。JR の電車を眼下に見下ろすことができます。非常に良い景色。しばらくすると左へ直角カーブ、JR 線とお別れします。JR 線と分かれると水路の上を横断。4本の線路と高架同士で立体交差します。手前が将来羽田空港アクセス線になる東海道貨物線、奥が東海道新幹線の大井車両基地につながる回送線です。さあ、空港快速はモノレールの独特な音を奏でながら進んでいきます。右側では首都高1号線と並走。反対の左側はまるで水路の上を走っているかのような光景です。まあ実際水路の上を通っているんですけどね。水路の上なら用地買収せずに路線建設可能だったということでしょう。しばらくすると大井競馬場の脇を通過。1950年に開場した歴史ある競馬場です。列車の速度は時速80キロ弱、ほとんど最高速です。モノレールは昭和島駅を通過。ここで普通電車を追い越します。昭和島駅を通過したらトンネルで海の中へ突入します。トンネルを出たらいよいよ羽田空港です。航空機が見えますね。空港快速は羽田空港第3ターミナル駅に到着。浜松町駅から最初の停車駅です。次は第1ターミナルです。まだ終点ではありません。さあ、第1ターミナル駅を出たら右へ180度カーブします。終点の羽田空港第2ターミナル駅に到着。ここが終点です。終点に無事到着。駅名標を記念撮影。これで東京モノレール羽田空港線を全線完乗しました。 JR 線以外でフリーで乗れる区間はこれで全路線制覇です。さて、終点に着いたら来た道を戻ります。発車時刻は12時45分です。発車時刻となりました。扉が閉まります。羽田空港第2ターミナル駅を発車。次は羽田空港第3ターミナルに停まります。東京モノレールで戻る道中、ちょうどよく離陸する旅客機が見えました。羽田空港第3ターミナル駅に到着です。ここで下車します。東京モノレールの乗車はここでおしまいです。お世話になった車両をお見送りしましょう。さあ、エスカレーターを下ります。改札通過。さらば東京モノレール。初めての羽田空港第3ターミナルなので、地図で乗り場を確認します。そしてエスカレーターをまた下ります。さあ、バス乗り場にやってきました。といってもバスに乗り慣れていないので、右往左往です。とりあえず切符を購入します。こちらがこれから乗るバスの切符です。片道1250円かかります。さあ、しばらく待って空港連絡バスがやってきました。羽田空港第3ターミナルを13時20分に発車する木更津駅東口行きです。バスに乗車したら早速発車します。羽田空港は日本で最も利用者の多い空港。
鉄道はもちろんバスも多方面に発着しています。バスターミナルをぐるぐると回ったら最初の信号を右折。車内には私以外誰もいません。なぜでしょうか。不人気路線なのかな。バスは首都高湾岸線を横断。そしてこの車の多さに何かを察する。全身で冷や汗をかく一方、バスは羽田空港第2ターミナルに到着。こちらは乗車客が多いですね。よかった、乗客は私だけではなかった。バスは羽田空港第2ターミナルを発車。次にバスは羽田空港第1ターミナルに到着。ここでも乗車客がいます。乗車完了。羽田空港第1ターミナルを発車。ここからは千葉県までノンストップです。バスは何度も方向転換。ぐるぐる回っていてどこを走行しているかわからなくなります。まずは滑走路の下をくぐります。航空機が近くに見える。大迫力。さて、これから通るアクアラインはやはり渋滞しています。これは想定していなかった。そういえばゴールデンウィークは高速道路が渋滞するんでしたね。普段東京の高速道路を使っていないことによる無知が露呈する。さあ、一般道を少し進んで殿町出入り口まで来ました。それではこれより高速道路入ってまいります。今一度シートベルトをご確認お願いいたします。さあ、いよいよ首都高です。まずは料金所を通過。本線に合流。用地の都合で2層構造ですね。都市部ならではの光景。地方ではお金がかかるのでこんな構造はありえません。さあ、車線が1本に絞られて渋滞に捕まりました。アクアラインの渋滞は川崎浮島ジャンクションよりも手前からのようです。バスはジャンクションを越えていよいよアクアラインに突入します。渋滞はビタ止めというわけではなく少しずつ流れています。完全に止まって動かないようであれば絶望ですが、動いているということはそこまで深刻ではなさそうです。どこまで渋滞が続いているかわかりませんけどね。トンネルに突入。ズームすると眼前は真っ赤っか。これがトンネル内で渋滞した時の光景である。渋滞はまだまだ続いているようですね。はてさて、海ほたるまでどれくらい時間がかかるでしょうか。といっても編集でサクッとカットできるんですけどね。出口が見えてきました。割とすんなり抜けられそうです。現在時刻は14時17分。すでに木更津駅に到着する予定の時刻となっています。さあ、東京湾アクアライントンネルを突破しました。トンネルを出てすぐに海ほたるパーキングエリアの分岐があります。海ほたるの方はやはり車の行列ができていますね。そしてパーキングエリアを抜けると今度は高架となり、広い海が見渡せるようになります。この美しい景色が見たかった。わざわざ1250円支払って空港連絡バスに乗った甲斐があるというものです。反対方向は渋滞が始まりつつありますね。やはりトンネル区間が渋滞になってしまうようです。さあ、対岸が見えてきました。まもなく千葉県です。木更津金田インターチェンジまであと 2km。千葉県についに上陸。直後に料金所となります。バスはこの料金所で一般道の方に抜けていきます。ようこそ木更津へ。こちらこそよろしくお願いします。高速道路を降りたらすぐに木更津金田バスターミナルです。このエリアはバス輸送が旺盛なため、このようなバスターミナルがたくさんあります。バスターミナルでお客さんを一部降車させたら、再び国道409号線に戻ります。一般道路を少し抜けて再び高速道路へ。わずかな区間ですが高速道路でショートカットします。袖ヶ浦インターチェンジに到着。ここで高速道路を降ります。バスは国道16号線を北へ移動して袖ヶ浦バスターミナルに到着。ここが2つ目の降車場です。袖ヶ浦では降車が多い模様。時間がかかっています。袖ヶ浦を出発。ここからは木更津駅東口までノンストップです。長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく終点木更津駅東口に到
さあ、木更津駅に到着です。木更津駅到着は14時54分。定刻より37分遅れでした。お世話になったバスを記念撮影、ありがとうございました。さあ、階段を上りましょう。こちらが木更津駅。人通りは多いです。久しぶりに見た気がする JR の改札口。切符投入。木更津駅では3方向に路線が伸びています。どこから攻略しましょうか。厄介な路線の攻略を始める前に、まずはサクッと攻略できる区間を攻略してしまいます。木更津駅を15時1分に発車する普通電車の上総湊行きです。木更津駅を発車。木更津駅から6分で君津駅に到着。高速でホームに進入します。君津駅で下車。休日お出かけパスで乗車可能な内房線のフリーエリア区間は君津駅まで。電車は上総湊行きですが、これ以上は別の乗車券が必要になります。電車のお見送りをしましょう。終点の上総湊駅までどうか無事に行ってらっしゃい。さて、君津駅の駅名標を記念撮影。君津駅は牛さんがお出迎え。子供の日が近いので鯉のぼりのアレンジが加えられています。階段を降りましょう。次の電車は15時39分。乗り換え時間は30分以上ありますが、特に駅周辺を探索せずホーム上で待ちます。さあ、電車がやってきました。君津駅で折り返し逗子行きになります快速電車です。15両編成が乗り入れ可能なのは当駅まで。この度初の総武横須賀線の E235 系に乗車できそうです。ご乗車ありがとうございました。終点の君津に到着です。車内にお忘れ物や落とし物をなさいませんようご注意ください。2番線から千葉船橋経由快速電車逗子行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。車両の折り返し作業が完了し、発車時刻となったら君津駅を発車。木更津駅に戻ります。木更津駅に到着。駅名標を記念撮影。次の列車に乗り換えましょう。時間に余裕はありますが焦らずに。さあ、いよいよ攻略を開始します。千葉県の偉大なるローカル線の一つ、久留里線。千葉県の JR 線では唯一気動車で運行されます。木更津駅を15時53分に発車する普通列車の上総亀山行きです。久留里線の列車は半自動ドア。特段の理由がないときは閉めておくのがマナー。ワンマン列車なので運賃表示器が設置されています。その下には運賃箱。ローカル路線ならではの設備が備わっています。車内に人はいますが空席がそこそこ残っています。発車時刻となりました。扉が閉まります。
木更津駅を発車。久留里線の攻略スタートです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は久留里線普通上総亀山行きワンマン列車です。これから先祇園、上総清川、東清川の順に終点上総亀山まで各駅に停まります。ドアはドア開きボタンで開きます。お客様にお願いいたします。久留里線内では Suica やPASMO などの IC 乗車券はご利用できません。 IC 乗車券をご利用のお客様は乗務員または駅係員にお申し出ください。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。この列車は終点まで禁煙となっております。禁煙にご協力ください。次は祇園です。放送にあった通り、久留里線は IC に対応していないため、のんびりホリデースイカパスでの利用は不可能です。久留里線には休日お出かけパスでのみ乗車可能です。木更津駅を出てしばらくすると、まもなく横田駅です。横田駅の場内信号は警戒現時、超低速で駅に進入します。なぜ超低速なのかというと、出発信号の先に安全側線がないからですね。千葉県屈指のローカル路線ですが、木更津方面に乗ろうとする人が何人かいます。横田駅に到着。ここで列車同士の行き違いを行います。反対方向の列車は1両編成でした。進路開通。安全を確認できたら横田駅を発車します。横田駅から先も自然あふれる景色が続きます。ドア上には久留里線のお出かけスポットを紹介する掲示がありました。久留里線をメインに一日観光するのも良いかもしれませんね。次は久留里です。久留里駅でも場内信号は警戒現時、2番線に入線するようです。木更津駅から45分で久留里駅に到着。1番線には列車が止まっています。久留里駅に到着。駅名標を記念撮影。久留里駅には駅舎が1番線側にあります。列車同士の行き違いを行わない限り、基本的に列車は1番線に発着します。さあ、進路が開通しました。扉が閉まります。久留里駅を発車。久留里線は久留里駅が終点ではなく、まだ路線が続いています。ちなみにここから先は久留里線内では特に利用者が少ない区間となっています。 JR 東日本の路線の中でも特に利用者が少ないため、存廃議論がなされるまでになっています。果たして久留里線の将来はどうなるでしょうか。平山駅からは山深くなっていきます。小櫃川を何度も横断。上り勾配を登っていきます。次は終点の上総亀山です。終点の手前でトンネルを通過。制限速度 35km、 急カーブが連続します。急カーブを過ぎると上総亀山駅に到着。利用者の減少により分岐器が全て撤去され、一面一線の駅に縮小されています。上総亀山駅に無事到着。ここまで連れてきてくれたキハ E130 系を記念撮影。これで久留里線を全線完乗しました。 JR 線としては12路線目の制覇路線です。上総亀山駅の駅名標を記念撮影。こちらが上総亀山駅の駅舎。王子を思わせる立派な駅舎です。さて、上総亀山駅に来たら来た道を戻ります。他に乗り換えできるようなものはありませんからね。上総亀山駅を17時15分に発車する久留里行きです。上総亀山駅を発車。
16分の滞在でした。ありがとうございました。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は久留里線普通久留里行きワンマン列車です。これから先上総松岡平山久留里の順に各駅に停まります。次は終点の久留里です。まもなく久留里駅。今度は分岐器で右の線路に入ります。久留里駅に到着。ここで列車が終点となるため下車します。構内踏切を横断。次の列車は2番線に来るようです。列車がやってきました。久留里駅で折り返し、17時44分に発車する木更津行きになります。ローカル路線としては珍しい3両編成です。構内踏切からキハ E130 系が2本並ぶ姿を撮影。絵になる。記念撮影したら列車に乗車。久留里駅を発車します。次は横田です。横田駅は木更津久留里間で唯一列車の交換が可能な駅。復路でもやはり列車同士の行き違いをします。場内信号は警戒現時。反対方向の列車も3両編成です。どうやらラッシュ時は3両で運転するようですね。ドアランプ消灯。横田駅を発車。夕日が眩しいですね。終点まであと少し。次は終点の木更津です。進行方向右側で線路が近づいてきました。内房線です。木更津駅には往路と同じ4番線に入線。木更津駅に到着。2時間半かけて久留里線の往復完了です。さて3回目の木更津駅は乗り換え時間短め。階段を降りましょう。まだ列車は来ていません。問題なく乗り換えできそうです。さあ列車がやってきました。久留里線の次は内房線を乗り潰します。木更津駅を18時33分に発車する快速の久里浜行きです。またしても E235 系。新しいもの好きの私としてはラッキーこの上ない。木更津駅を発車。久留里線とお別れです。さて内房線は君津駅より北側は複線の路線です。東京千葉への通勤圏内となっており利用者も多いです。外は間もなく夜。少しずつ暗くなってきます。お出口は右側です。外房線と京葉線はお乗り換えです。蘇我駅に到着。蘇我駅まで来ると完全に夜になりました。京葉線の E233 系の発車シーンを撮影。ちなみにこれで内房線の休日お出かけパスフリーエリア区間を全線完乗しました。JR 線としては13路線目の制覇路線です。この列車は蘇我駅で4分停車。その間にホームを挟んで反対側に特急若潮が到着しました。2024年3月に引退した255系での運転です。この列車は蘇我駅から外房線に直通します。外房線は1日目に蘇我茂原間をすでに乗り潰していますが、残りの区間をこの列車で乗り潰します。蘇我駅を発車。255系と並走しながらの発車です。特急若潮は255系による9両編成での運転だからか、ゴールデンウィークでも空席多数です。次は千葉です。千葉駅に無事到着。これで1日目と合わせて外房線の休日お出かけパスフリーエリア区間を全線完乗しました。 JR 線としては合計14路線を全線完乗しました。さて2回目の訪問となる千葉駅。1日目は特急潮騒でスルーしてしまいましたが、2日目は千葉駅構内を歩きます。次の列車は旧10番線ホームからの発車。階段を降りましょう。
先に来たのは快速電車。前11両が成田空港行きで、後ろ4両が成東行きです。乗りません。後から来る電車が先に到着します。千葉駅を19時31分に発車する特急成田エクスプレス51号成田空港行きです。東京と成田空港を結ぶ成田エクスプレスですが、近年途中の千葉駅に停車する便が増加しています。列車に乗車。あまり乗車率は高くなさそうですね。ドアが閉まります。千葉駅を発車。まずは総武本線を北へ進みます。さて、ここでお夕飯をいただきましょう。唐揚げのパスタサラダです。多少なりとも野菜のある食べ物を食べたい。まもなく四街道に到着いたします。四街道を出ますと、次は佐倉に停車いたします。夕飯の準備をしている間に四街道駅に到着です。成田エクスプレスは朝の上り列車と夜の下り列車が千葉駅の他に四街道駅、佐倉駅、成田駅に停車します。四街道駅ではもちろん下車しません。四街道駅の次は佐倉駅。佐倉駅到着前に夕飯を完食。ごちそうさまでした。さて、こちらが成田エクスプレスの座席。黒と赤のモケットが採用されています。背面を傾けるボタンはいつも通り肘掛け部。そこまで大きくは傾きません。肘掛けにコンセントもついています。ドリンクホルダー1つ、そして網ポケット。背面テーブルも新幹線などにある大きめのものとなっています。ということで JR 東日本の車両として標準の設備が備わっています。まもなく佐倉に到着いたします。総武本線はお乗り換えです。佐倉を出ますと、次は成田に停車いたします。電車は佐倉駅に到着。ここで先ほどの快速電車を追い越します。佐倉駅からは成田線に入線します。特急成田エクスプレス51号で成田線の攻略を開始します。佐倉駅を発車。成田線の攻略開始です。成田線ではそこまで速度を出しません。時速 85km ほどで走行中。まもなく成田に到着いたします。成田線はお乗り換えです。成田を出ますと、次は空港第2ビルに停車いたします。さあ、電車は成田駅に到着です。我孫子支線の電車が停車中。視界を遮ってくるのは佐原方面の電車。成田駅の駅名標を記念撮影。当駅で成田線は3方向に路線が分かれます。本線の攻略対象は佐倉成田間のみで、ここからは2つの支線を攻略します。成田駅を発車。まずは空港支線から乗り潰します。成田エクスプレスにも特急あずさと同様に特急電車の乗り方が書かれたパンフレットがあります。ただし席上のランプはないため、多少説明の内容が異なります。電車は間もなく空港第2ビル駅に到着です。空港第2ビル駅にはロープ柵がついています。空港駅なので安全には人一倍気を使っているようです。ドアが閉まります。空港第2ビル駅を発車。終点まであと1駅です。まもなく終点成田空港に到着いたします。お忘れ物のないようご支度ください。本日は JR 東日本成田エクスプレスをご利用くださいまして誠にありがとうございました。またのご利用をお待ち申し上げております。ドアが開きます。成田空港駅に到着。到着後即座にホーム反対側の電車に乗車します。
反対側の電車は成田空港駅を20時10分に発車する快速の東京行きです。無事1分乗り換えに成功。ロープが下がったら次に電車の扉が閉まります。成田空港駅を発車。成田エクスプレスは快適でした。ありがとうございました。お足元にご注意ください。さあ、成田駅まで戻ってきました。駅名標をまたまた撮影。乗り換え時間に余裕があるので電車のお見送りをします。わずか11分しかお世話になりませんでしたが、ここまでありがとうございました。さて、お見送りが完了したら次の電車に乗り換えましょう。エスカレーターを上ります。成田駅は橋上駅となっています。人の数はまばら。先ほども申し上げた通り、成田駅には成田線しか乗り入れていませんが、路線が4方向に伸びています。これから乗車するのは我孫子支線という成田駅と我孫子駅を結ぶ路線の電車です。発車時刻は20時38分。乗り場は6番線の模様。5と6の表示をしっかり確認。階段を降りるともう目的の電車が到着していました。さて、こちらが我孫子支線の電車。常磐快速線で使用されるエメラルドグリーンの帯をまとった車両が使用されます。我孫子駅まで普通電車として運転される10両編成の上野行きです。我孫子支線から成田行きの電車が到着。進路が開通したらこちらの電車が発車します。成田駅を発車。我孫子支線の攻略開始です。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は常磐線直通快速上野行きです。次は下総半崎です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいますから、席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。成田駅を発車したら左カーブを続けて本線および空港支線から分かれます。我孫子支線は常磐快速線の支線のような扱いの路線ですが、それ以外は特に語ることはなし。途中の駅は閑散としていて非常に静かです。電車は成田駅から42分で我孫子駅に到着。思いのほか乗車時間が長かった。しかし車内はご覧の通りガラガラ。夜間帯に都心方向に向かっているので利用者が少なくて当たり前でしょうか。駅名標を記念撮影。到着の電車は25分発の上野行きです。ただいまより増結作業を行います。発車までよろしばらくお待ちください。さて、当駅で増結作業を行います。10両分歩いていたらもう連結するところ。連結完了。相変わらず迫力がありますね。さて、階段を上ります。この時点で成田線の休日お出かけバスフリーエリア区間を全区間完乗。JR 線としては15路線目の制覇路線です。次の電車は1番線から発車します。跨線橋を渡って隣のホームへ。階段が狭いですね。どうやら反対方向では常磐快速線の車両の分割作業が行われていたようです。次の電車はまだ柏駅にも到着していませんでした。そういえば我孫子駅には全国的にも有名な蕎麦屋があります。弥生軒という名前で、かつては画伯山下清も働いていたことがある歴史あるお店です。
ここの蕎麦屋の特徴はすごく大きな唐揚げ。手のひら一杯の巨大な唐揚げが2個も乗る唐揚げそばの人気が非常に高く、ここのそばを目的にわざわざ我孫子駅まで訪れる人もいるそうです。さて次の電車を待っている間に成田行きの電車が発車します。10両も必要なほど利用者がいませんでしたが、まあ快適に移動できる分、利用者にとってはありがたいですね。まもなく1番線に快速勝田行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は10両です。ホームの水戸寄りには止まりません。この列車は天王台、取手、藤代、龍ケ崎市、牛久、常陸の牛久、荒川沖、土浦の順に停車します。さあ、我孫子駅到着から10分で目的の電車が到着です。我孫子駅を21時30分に発車する普通電車の勝田行きです。車内はかなり混雑しています。我孫子駅を発車、常磐線の攻略開始です。取手駅に到着。ここで関東鉄道常総線に乗り換え可能です。また当駅より北側は交流区間のため、直流交流両方に対応した電車のみ入線できます。次は土浦です。車内が混雑している上に車窓は暗くて楽しめないので、編集で道中を一気にカット。土浦ご乗車ありがとうございます。土浦駅に到着。駅名標を記念撮影。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。 Please stand clear of the closing doors. 乗り換え時間に余裕があるので列車のお見送りをします。ここまでありがとうございました。めちゃくちゃ混雑していた車内も土浦駅まで来るとスカスカですね。さてエスカレーターを上ります。こちらが土浦駅構内の様子。茨城県南部の中心駅とも言える駅ですが、夜22時ともなるとさすがに人がいません。さて到着したホームと反対のホームへエスカレーターで下ります。土浦駅での乗り換え時間は22分。先に普通電車がやってきます。普通列車の上野行きが到着。この電車には乗車しません。途中で後続の列車に追い越されるからです。当然のごとく人は全然乗ってません。普通列車上野行きが発車。当駅では終日禁煙となっております。皆様のご協力をお願いいたします。さあ、常磐線といえばこの列車でしょう。この列車に乗らなければ常磐線に乗った気になりません。直流と交流両方に乗り入れ可能な特急列車
E657 系。土浦駅を22時24分に発車する特急ときわ86号品川行きです。ドアが閉まります。土浦駅を発車、常磐線本格乗りつぶし開始です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急ときわ86号品川行きです。途中柏、上野、東京に停車いたします。グリーン車は5号車です。座席の指定を受けていないお客様と特急券をお持ちでないお客様は座席の上のランプが赤色の席をご利用ください。現在空いているお席でもこの先の駅からお客様がいらっしゃる場合がございます。黄色のランプが点灯すると間もなくご予約いただいた区間となりますので恐れ入りますがお席の移動をお願いいたします。特急券を車内でお買い求めの場合駅での発売額と異なりますのでご了承ください。トイレは1号車、3号車、5号車、7号車と9号車にあります。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。次は柏に停車いたします。車内が静かになったら早速今日の夜食を食べましょう。うおー、美味しそう。このスプーンを入れる瞬間がたまんねえ。美味しい。さすがコンビニのプリンは美味しい。一瞬で完食したわ。プリン万歳。ごちそうさまでした。さて、1号車に私以外誰もいないので、存分に座席の紹介ができます。こちらが E657 系の座席。黒を基調としています。背面テーブルもちろんあり、ドリンクホルダーと網棚、そしてエキネットのパンフレット。座面を傾けるボタンは肘掛け部。座席はそれほど傾きません。普通席で寝れるかはその人次第。ちなみにヘッドレストは上下に動きます。肘掛けにはコンセントが一つ。全座席に備わっており、一席に一つずつあります。ということで E657 系の普通席の紹介は以上。E259 系と同様、至って標準的な装備でした。さあ、列車は天王台我孫子間にある車庫の脇を通過。我孫子駅を通過します。ここからがこの列車で乗り潰す区間です。まもなく柏に到着いたします。東武アーバンパークラインはお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。柏の次は上野に停車いたします。列車は柏駅に到着。各駅停車が発着するホームにはホームドアが設置されています。柏駅の駅名標を記念撮影。ここでは下車しません。ドアが閉まります。柏駅を発車。まだまだ快適な移動が続きます。さて、言い忘れていましたが、常磐線は取手駅から福々線になります。新松戸駅では武蔵野線に乗り換え可能ですが、急行線にホームはないので、問答無用で通過です。列車は江戸川を横断、東京都に戻ってきました。金町駅では進行方向左側で新金貨物線と分岐します。視界が暗くて分かりづらいですけどね。そして東武鉄道にとっては一番のターミナル駅である北千住駅に到着。しかし特急ときわは容赦なく通過します。
北千住駅を通過すると線路が6本並びます。常磐快速線の他にはつくばエクスプレスと東京メトロ日比谷線です。常磐線の各駅停車は綾瀬駅で東京メトロ千代田線に切り替わってすでに地下へと潜っています。そしてここで京成本線と立体交差、相変わらず暗くて分かりにくい。まもなく上野に到着いたします。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。上野の次は東京に停車いたします。さあ、日暮里・舎人ライナーの下をくぐります。先にできた路線の方が下を通る構図。そして再び京成本線と立体交差。日暮里駅を低速で通過します。これで常磐線の休日お出かけバスフリーエリア区間を全線完乗しました。JR 線としては16路線目の制覇路線です。特急ときわはここから東北本線に入線します。上野駅はホームが2層構造の駅。かつては東京から北へ運行される特急列車や寝台列車が当駅を始発・終着としていましたが、現在はそのにぎわいが失われつつあります。上野駅に到着、9番線に入線。奥のホームには常磐線の電車が止まっています。上野駅ではやはり下車しません。先ほども説明した通り、下車するような駅ではなくなりました。それもこれも今から入線する上野東京ラインのおかげ。ドアが閉まります。上野駅を発車。まもなく東京に到着いたします。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。東京の次は終点品川に停まります。さあ、日本の鉄道の中心地、東京駅に到着です。ホーム反対側には東海道線の電車が停車しています。ドアが開きます。東京ご乗車ありがとうございます。東京駅で下車します。駅名標を記念撮影。乗り換え時間に余裕があるので列車のお見送りをしましょう。終点の品川駅まであと一駅。どうか無事に行ってらっしゃい。さて、こちらは階段を降りて次の電車に乗りに行きます。23時を回って深夜となっていますが、それでも東京駅の人通りは途絶えません。次の電車は1、2番線ホームからの発車。長いエスカレーターを上ります。ホームに上がると電車が発車を待っていました。東京駅を23時24分に発車する快速の豊田行きです。東京駅を発車。さらば東京駅、また来るぜ。次はお茶の水、お茶の水。お出口は右側です。お茶の水の次は四谷に停まります。お茶の水ご乗車ありがとうございます。電車のお見送りをします。さらばバーミリオンオレンジの E233 系、もう乗ることはないだろう。お茶の水駅では改良工事が行われています。ホームに降りてすぐに電車がやってきました。総武本線の支線部分を乗り潰します。お茶の水駅を23時31分に発車する普通電車の千葉行きです。電車に乗車、扉が閉まります。お茶の水駅を発車。
総武本線の最後の区間を攻略します。この電車は中央総武線各駅停車千葉行きです。次は秋葉原、お出口は左側です。さあ、電車は隅田川を横断。次は錦糸町、お出口は右側です。電車は錦糸町駅に到着。これで総武本線の休日お出かけパスフリーエリア区間を支線、本線両方とも全線完乗しました。JR 線としては17路線目の制覇路線です。駅名標を記念撮影。まだ電車に乗り続けます。錦糸町駅を発車。次は西船橋、お出口は右側です。西船橋駅で下車。当初予定通り0時ちょうどに到着です。お茶の水駅から西船橋駅まで連れて行ってくれた電車をお見送りします。さらば終点の千葉駅までどうか無事に行ってらっしゃい。さて、西船橋駅の駅名標を記念撮影。エスカレーターを登ります。西船橋駅は千葉県で最も利用者が多い駅。さすが0時を回っても人が多いですね。ここでついに改札を出ます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まだもう少し移動することが可能ですが、旅程を組んだ段階で多少旅程が狂うことを想定し、ここ西船橋駅の近くのホテルを予約したので、ここで2日目終了です。明日はあの電車に乗車します。ということで、休日お出かけパスのフリーエリアは2日で全線完乗することは不可能です。3日目にこうご期待ください。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら X などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。